皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は第8回目の山水会チャンネルです。本日は松川るい参議院議員をお招きし、我が国の安全保障について熱く語っていただきたいと思います。松川先生は、皆様ご存知のことと思いますけれども、2016年の参議院議員選挙において、大阪選挙区から自民党公認候補として出馬されました。トップ当選されて以来、9年近く国政の場においてご活躍されておられます。この間、自民党の外交部長代理、女性活躍本部事務局長、防衛大臣政務官兼ねて内閣府大臣政務官、また国防部会長代理、そして万博推進本部事務局長などを歴任されておられます。また、国会議員に選出される以前、約23年間、外務省においてキャリア官僚として外交の第一線で活躍されてきております。3年前の6月には、このご著書、挑戦する力を発刊されておられます。私これもらったんですけども、このサイン入りでですね、挑戦というお言葉をですね、加えていただきました。このご著書の冒頭にはですね、自情自爆を解いて挑戦せよ。変化を恐れるな。と述べられておられまして、また愛する日本のために死ぬ気でチャレンジせよ。これを自分自身にも、そして読者にも問いたい。と述べられておられます。力強い言葉だと思いますけども、まさに今、戦後80年の国際秩序が崩壊しようとしています。今、この時にもですね、全く当てはまる言葉だと私は思っています。そのような思いのもとにですね、これからの日本がどうあるべきかについて、外交主体についてお伺いをしたいと思います。今日は松川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず最初にですね、お伺いしたいのは、戦後80年の国際秩序が大きく変わろうとしています。トランプ政権の安保政策に対して、日本はいかにして道を切り開くべきか、こういったところについてですね、いくつかお伺いしていきたいと思いますけれども、まず最初、今のトランプ外交、はい。どのように評価をされますか？なんかトランプさんは歴史的実験をやってると思うんですね。うん、戦後、やっぱりブレトンウッズ体制の下で、アメリカがマーケットをオープンにして、で、自由貿易のルールで、そして国際的なリベラルインターナショナルオーダーと言われるような中で、アメリカがリーダーシップを取って世界をある種平和に導いていく、反映させていくっていうことをやってきたと思うんですけど、その結果、巨額の赤字と、それからアメリカの製造業の枯渇っていうのを招いちゃったと。なので、これをもう逆に戻すっていうんですか、逆巻きに戻そうというそういう実験をしてるんだと思うんですね。でアメリカっていう国は別に今回が初めてじゃなくて、1930年にそのスムトカ法理交換税の法案ですね。あれを出した時もやっぱり孤立主義でアメリカの産業を守ろうとしてやったんだけど、結果的には報復関税合戦になって、で恐慌がさらにひどくなって第二次世界大戦につながったっていうのもあるんですが、そのやっぱりそういうレベルの大きな実験を今しようとしてると思うんです。で外交っていうよりもアメリカファースト、メイクアメリカグレートアゲンっていうこれをそのまま外交に展開してるだけ、反射されてるだけっていうことだと思うんですね。例えば米ロ関係を正常化して、ウクライナはさっさと終わらせて、なぜかというとそこにアメリカの短期的な国益がないから。で、強いて言えば中国だけなんとか対処しようと思ってるので、そっちに集中しますよとかですね。例えば、今までだったらありえないことではありますけど、パナマとかグリーンランドとか、アメリカのチョークポイントになるような、非常に重要なところについては自分の支配下に置きましょうとか、これ外交じゃなくて、まさにアメリカっていう国を、非常にアメリカファースト的な発想で守ろうと思う時の反射的に出てきている政策なんですね。関税もそうですけれども。で、大国間でディールをして、仕切ればいいじゃないかっていう発想もそうですし、そういう意味では、私はトランプ外交っていうものがあるというよりは、トランプさんが変えたい、アメリカのあり方とか、世界のそのルールとかっていうのの反射で、そういった行動に出てるっていうことだと思います。なるほど。アメリカファーストといっても、結局それはアメリカの国益ですよね。はい。
そういう意味では日本の国益、どの国もそうですけうども、ん。国益を追求するということは、その国ファーストですね。はい。だから、なんか聞こえはこのファーストというとなんか自己中だと聞こえるけども、実態どの国も本当はそうなんでそうすよね。ですよね。そうですで、よね。まさにおっしゃったように、ウクライナに対してあれだけの投資をして、それでアメリカのためになるかと、問うて、アメリカのためにならない、やめるっていうのは、それはそれで、理論としてはいいんですよね。うん。ただ一方で、その戦後80年間っていうのは、その法の支配っていうのが、はい。私たち民主主義国家ではですね、うん。4つの価値観と言われる自由、民主主義、人権、法の支配、はい。特にこの法の支配をきちっと戦後80年間、うん。リーダーシップを取ってやってきたのはアメリカなんですよそうね。ですね。で、そのアメそうですね。リカが自らもう法の支配は俺はやらないと。はい。勝手にウクライナの2割、ロシアに取られても関係ねえよと。うん。そこまでリーダーシップを取らない国になってしまったっていうのは、うん。一つ私はこれは、非常に残念だと思うんですけども、はい。結局アメリカが普通の国になったとうん。いうふうな解釈をしていいんでしょうかね。普通ではないと思うんですあ、そうが、か、普通じゃないですか。普通ではないとそう、思うんです普通じゃない。けれど、なるほど。結局アメリカの利益にならなかったという評価も今をしているから、そういう行動に出てるんだと思うんですね。で、日本にとってはもちろんそれは大変困ったことですうん。し、それから例えばこの前私イギリスに行ってきたんですが、欧州のそのトランプ政権に対するうん。危機感というのは日本の比じゃなくて、うん。本当にもはやアメリカを当てにしてはいうん。けない。うん。だから欧州自身で、自分たち自身でその安全保障っていうのを、うん。NATO はもちろん大事にしていくんだけど、自分たちで自分たちの地域を守らなきゃいけない。だからそのための防衛予算の増もしなきゃいけないし、ウクライナだって停戦交渉もちろんアメリカがしてもらわないと困るんだけど、その後の安全保障につうん。いては、欧州が相当コミットしないとまずいっていううん。うん。感覚を持っていて、何が言いたいかっうん。ていうと、そういうトランプのアメリカっていうのは日本にとっても非常に大変なうん。ことを意味するうん。んですよね、この地域でも。より日本自身がその、似たような立場にある国と、例えば豪州だとか、フィリピンも仲間に入れた方がいいとうん。思うんですけど。で、本当アメリカがをコミットさせるってことが一番大きな仕事なうん。んだけど、やっぱりアメリカっていうものを統監視して、当然やってくうん。れるよねっていうふうにな態度で、そのカウントしてやるというよりは、やっぱりこう、相当日本自身うん。が努力をして日米同盟維持しなきゃいうん。けないし、うん。アメリカの関与を引き出さなきゃいけないし、日本自身も強くならないといけないし、同様の国との、まあ、同盟とか、同盟まで言わないにしても、うん。パートナーシうん。ップをより強化にしうん。つつ、やりつつあると思いまなるほすけどね。この場合なんか5カ国の外相、やっぱ防衛大臣ど。うん。会合やったのはうん。結構良かったと思うん。うんですよね。おっしうん。ゃる通りですね。今、松川さんおっしゃっていただいたように、ヨーロッパから欧州をうん。完全に引こうというのはもう間違いないですよね。うん。もうあの、今の停戦交渉をやってる状況を見てても、もう完全にアメリカ引こうとして、そうん。してもう、いわゆる停戦後の安全保障は完全にヨーロッパお前やれと、俺はうん。関係ねえと。で、その根本的な背景の戦略というのが、まさに中国に、アメリカにとっての唯一の脅威であるうん。中国に集中しようというのは、うん。これ戦略的にははっきり言って正しいと思うんですよね。うん。もうアメリカの力が相対的に弱ってきて、中国しか対応できない。はい。中国に集中してくれるっていうことは、中国の脅威の最前線にいうん。る日本としては、それはそれで、いいこそれはと。それでありがたいんですよね。ただ、ただ、ただ、どうそう、たぞ、だ、どうぞ。どうぞ、どうぞ。ただ、要は自己最優先の国ですから、うん。今は中国に対応しなければ、それはアメリカの国益に問題が出るということで、太平洋をきちっと安定化させることが、その世界の富の40%はこのアジア地域から出うん。てますから、だからこそ台湾も含めてしっかり守るというこのアメリカの意思は分かるんですけども、さらに進んでいって、本当に無理して台湾を守ることはない。無理してそのアジアを中国とこう競争してまでやる必要はないと思った瞬間に、うん。もう我々日本は一人になっちゃうんうん。ですよね。だからその確実性という観点において、うん。アメリカがどこまでうん。変わらないのかという、はい。このままでいてくれるのかという不安感があるんではい。すよね。そこはやっぱり拭えないと思うんです。おっしゃる通りだと思うんですね。で、それって何かっていうと、エルブリッジ・コロビーさんみたいに、いわゆるプライオリタライザーっていうんですか、その要するに優先主義で、ヨーロッパじゃなくて、うん。中国、対中を優先するんだ。うん。そこに集中するんだっていう考えは、一つあるんですけど、そうじゃなくて、本当のマガっていううん。勢力もいうん。て、で、それは本当に台湾みたいな小さな島のためにアメリカンボーイが何かする必要はないんだと。で、この前のフォーリンアフェアーズにも載ってたのが台湾フィクセーションっていう論文がなかなかちょっと私は心配になっうん。たものなんですけど、要するに
台湾にウクライナと同じで台湾に武器は送りますと。だけどアメリカが直接そこの戦闘に巻き込まれる、巻き込まれるって書いてる、なことはしない。でこういう考えで党が要するにこうトランプさんという王様の周りをぐるぐるとマガ派とこのコルビーさんみたいなアジアファースト派がくるくる回ってたりするわけですよね。でそうするとその時々の気分だったり、で何をチョイスするかは本当に予測不可能であると。なので岩田閣下おっしゃったようにですね、こう日本がやはりトランプさんと信頼関係を石破総理が結んで、そうならないようにこう引き戻すみたいなことをやっぱりやらないといけないし、一つラッキーなのは今トランプ大統領は関税に今夢中なわけですね。どっちの方がプライオリティ、経済がプライオリティなんです、はっきり言って。で安全保障はまあ関心の拉致外、いや拉致外って言っていいでしょうか。まあなので幸いヘグセスさんがこの前訪日してこられて、訪日いい会談をされたと思うんですけど、あれは内容はすごく日本にとっては安心できる。司令部を統合司令部とのその関係を強化をして、で、台湾の平和と安定、で、要するにそこはトランプさんが関心を向けて高すぎるとかね、基地なんか置いとく必要ないとか言い出すと大変。そうですね。関心を持たせないことももしかしたら大丈夫かもしれない。だからおっしゃったように3月下旬にですね、ヘグセス国防長官が来られて、で日本に来る前、もちろん日本ですけども、まず硫黄島に立ち寄られて、で石破総理もそれから中谷防衛大臣も参列する中で日米のですね追悼式をですね硫黄島でやられたと。でヘグセス国防長官は硫黄島において海兵隊の司令官からこの硫黄島の当時の二次大戦の戦いをですねつぶさに聞かれたそうですね。それでやっぱりアメリカの兵士も海兵隊もすごく戦ったけども日本兵も戦った、そう感銘を受けて、そして日本本土に来られて、で防衛省会談に臨まれたというふうにお聞きしてですね、非常にいい会談だということをですね、お付けの人たちから聞きましたけども、で報道されているように台湾海峡を含むこのアジア太平洋地域の抑止が大事だということを言われてるんですよね。それ聞くともっと一安心なんですが、先ほど松川さんおっしゃったコルビー国防次官、ついこの間アメリカの上院で公聴会で述べられて、そしてつい先日ですね、上院で議会の承認がおりましたけども、そのコルビー国防次官はですね3月5日に上院の公聴会でこういうことを述べられてるんですよね。日本はできるだけ早く GDP の少なくとも 3% を防衛に支出し、自国の列島防衛と地域の集団防衛に焦点を当てた軍の刷新を、軍とは自衛隊ですね、自衛隊の刷新を加速させるべきであると、ここまで言い切ってるんですよ。で加えて言ってるのが台湾に関しては要は今は 3% 以下しか出してないじゃん、実際 2.45% なんですよね。でこれをアメリカがそのいわゆる台湾有事の時に介入したいんであれば、少なくとも 10% 以上の国防費を出せと、これ 10% って多分ありえないんですよ。今戦争中のロシアでさえ 5.9、イスラエルでさえ 5.3% なんですよ。10% 出せっていうのはこれ聞こえようによっては守らねえぞというそんなふうにも聞こえるんですよ。だからヘグセスは非常にですね、ヘグセス国防長官は我々にとって安心できるようなことを言ってるんですけども、国防次官コルビー、彼アメリカにおける国防戦略を作る最大の、影響力ある男ですので、彼がそこまで言い切ったってことはよほどの台湾のこの本気度を示さないと知らないよっていうですね、そういったことを見ると大丈夫かなっていう目もあるんですよ。でおっしゃったようにトランプは閣僚が何言おうが知らねえって言って終わりなんですよね。だからこの不確実性を私たちはしっかり見ていきながら、松川さんおっしゃったようにどうやってトランプを取り込むかというのが大事だと思うんですよね。そうですね。でも気まぐれなのだし自分が一回言ったこともまた変えることもあるので、これってすごく難しいけれどもやり続けないといけない、自転車漕ぐように。で結局そこはそれとしてやっぱりこう日本自身が自分の防衛力を強化するということであったり、さっき申し上げたようにやっぱりこう
地域で核になる国とか、まあ、地域を超えて英国とかっていうのも NATO とかもあると思うんですけど、やっぱりこうアメリカがいなくても、これはもう経済であっても、こちらの貿易の方もそうだと思うんですけど、もうそれから安全保障においても、まあ、韓国がちょっと残念なことになりましたが、やっぱり鍵になる国、豪州、この地域でやっぱり豪州とフィリピン、それからまあインドネシアはちょっと独立系なので、なんていうか当てにいつもできるわけではないかもしれませんけど、っていうのはやっぱ核ですし、インド太平洋まで広げればやっぱりインド、そして NATO との協力っていうのはウクライナ支援をする中で相当信頼も得て進んだところもあるので、特にまあイギリスとか GCAP も一緒にやってますし、まあ、フランスも太平洋国家ですので、そういったところとやっぱりこう連携を深めて、中の間にいるこう東南アジア諸国というのを巻き込んでいくような、そういうなんていうのか面でこの地域を守るっていうのをこう日本がやっていく、日本がイニシアチブを取ってやっていくみたいなことをやっていくしかないと思うんですね。で、台湾の防衛について言うと、私は台湾はやっぱり最大限台湾自身で自分を守る努力をやっぱりしないと、アメリカを動かせないっていうことなんだと思いますし、まあ、実際問題は中国という巨大な軍事大国と台湾がいくらその自国を強化したってそれだけでは無理ですよね。そうですね。だからそういう意味ではアメリカが結局どうするかっていうのがやっぱりクリティカルですし、アメリカがじゃあ動かない時に日本が台湾防衛をするのかっていうと、まあ起こる対応にもよると思いますけど、なかなかそういうわけでもない。つまり日本の個別的自衛権自体になればそれはもちろん当然日本の事態ですけど、中国はロシアと違いますから、そんな突然ミサイルとか戦車が行くみたいなことはやらないですよね。まあ、認知戦であり海底ケーブル切ったり、台湾海峡を封鎖したりも本当にやる気をなくさせたり、ホワイト自体かグレーか分かんないなっていうところで手出しをさせないようにやってくると思うんですね。そういういろんなそのことを考えてそれを抑止するっていうのは、相当日米での緊密なやっぱり連携本当は必要なんだけど、そこがある種軍レベルではちゃんと今もできてるんだと思うんですけれど、トランプさんがなんか変な関心を持ってそれがいらないんじゃないかとか言い出すと余計なことになるっていう可能性はありますよね。しかしあらゆる事態に備えるしかないんだと思います。そうですね。今おっしゃったようにその2つの側面があって、その非常に不可実性があるトランプ大統領だけども、そのトランプ大統領をアメリカをこのアジアからどうやって離さないか、離れていかないようにどうやって介入させるかという一つのことと、こうやって今おっしゃったようにASEAN 諸国を含むオーストラリア、インドまで含めてですね、どうやって彼らを巻き込んで一緒になって台湾有事を起こさせないかっていう2つの側面についてちょっとお聞きしたいんですけども、松川さんが外務大臣になったとして、アメリカを引き離さない、要は日本と一緒になって台湾有事をその抑止する、こっちの得なんだと思わせるさまざまな施策って必要だと思うんですよね。で今の石破政権見てるとそれが打ち出せてるかなとは私には見えないんです。もう松川外務大臣になるとなんかこういうのやるぞってなんかないですか？そのマジックスティックはないと思うんですよ。その魔法の棒はないと思うんですけど、でも私石破政権でやってる外交、ピュアな意味での外交そのものはそんな間違ってなくて、延長線なんですよ今までの。で例えば東南アジア諸国に一番最初に行ってみたり、この前国防大臣っていうのが日米豪フィリピン韓国でしたか、5カ国でやったりとか、いろんなこれまでの積み重ねの延長線上でやってるのでそこ自体はいいんですけど、ただやっぱりトランプ政権ではっきりしてきたのは彼のプライオリティはやっぱり経済だと思うんですね。経済があって安全保障多分最後なんですよ。だったらそれを逆手にとってまず台湾がやっぱり中国に吸収されちゃったらあなたのところに作ったアリゾナ工場で住んでると思ってるかしれないけどやっぱり困るんですよとかですね。それから今自動車関税もそうですけどアメリカに全部日本の製造能力を吸い上げたら吸い上げても残念ながらアメリカの製造業は復活できないと。日本というサプライチェーンの根幹になるところがないとうまくいきませんよと。だから日本の製造能力の根幹である自動車産業を潰すようなことをするとアメリカの製造能力の復活につながりませんよとかいうことだったり、今これから赤澤大臣がやろうとしてるっていうか石破政権でやろうとしてることだと思いますけど、やっぱりこの関税交渉をやる中でアメリカの製造業復活、
もう一つの柱はドル派遣の維持だと思うんですけうんど、これに日本は全面的に協力をしますよと。うんで、その日本がこのアジア、この地域でやっていくにあたって、台湾海峡の平和と安定めちゃくちゃ大事だし、それはアメリカがこれから輸出しようと東南アジアに思ってるんですよね、と。その時に台湾海峡が平和じゃなくなったら、それどころじゃなくなっちゃうんですよ。アメリカは自分が輸出したい。まあ、できるかどうか別にしてそう思ってるわけですから、やっぱりトランプ政権の関心のあるコンテキストに合わせた説得っていうのをしていかないとダメだと思いますね。で、中国に対してはやっぱりこうダメなことをダメだとはっきり言うっていうことをもっとちゃんと行動でやるべきだと私は思います。おっしゃったら安倍総理も確かお聞きしたの時ですね、そのトランプの言うことはまず否定せずに、なるほどその通りだと。でもそれをやるにはこのようにやって日本との関係をこのようにやればあなたも得ですよという言い方が全部成功したというふうにですね、安倍さん総理ご自身からもお聞きしたし、一緒におられた甘利元経産大臣もそのようなことをおっしゃってたんですよね。だからそういうやり方は確かにおっしゃる通りだというふうに思いますよね。あとやっぱり日本と、まあこれも冒頭申し上げたような気もしますけど、日本と同じような同盟国でアメリカを大事にしたい、アメリカのリーダーシップも維持してもらいたいと思ってるけど、なかなか難しそうだなと思っている日本と似た立場の国っていうのはいくつかあるわけですよね。まあ、豪州であり、イギリスであり。で、そういうところとやっぱり協調して、アメリカをできるだけ建設的な存在でいるように、まあ、エンゲージをするっていう、ある意味こう、今までにない、なんでしょうね、多国間でもないんですよ。タッグを組んで、なんでしょうね、アメリカをこう諌めたり、諌めてみたり、引き出してみたり、説得してみたり、飴をあげたり、もういろんなことをするという、そういうおんぶ抱っこ外交みたいなのは、なんかよくわかんないです。先ほど松川さんおっしゃったみたいに、ASEAN 諸国を含めてですね、ある意味ちょっとアメリカと離れるというか、アメリカをもう怖くないと、マレーシアの大統領が言ったっていう報道もあるんですよね。だからなんとなく ASEAN 諸国がアメリカと離れていくところを、でもアメリカなくしてはやっぱり対中国の安全は脅威は対応できないんですよね。ただ同じような脅威認識をASEAN の国は持ってないですから、全然、国によると思うんですよね。日本とシェアできるのはフィリピンぐらいで、あとは中国とはうまくできると思っている国の方が多いと思います。なので私はアメリカを関与させる外交もいりますけど、同時に日本もアメリカに依存しない外交もやっぱりやっていく必要はあると思うんですよね。日本自身がイニシアチブを取って西太平洋の国とシーレーンについて例えばより緊密な連携をするようなネットワークを作る外交をするとか、日本がイニシアチブを取って CPTPP を増やしたりですね、もしくはアフリカという新天地に貿易をしやすくなるような枠組みを作るとか、アメリカと一緒にやるっていうことが当然視できない分野が増えると思わないとやっぱりいけないですよね。ただそれはアメリカじゃなくてどっか違う方向くとかいうことでは全くなくて、アメリカの関与を引き出すことができるのも多分日本だけなの。日本とはイギリスぐらいだと思うんですよ。やっぱりこう日英っていうのはある種対米について特殊な役割を持ってるんじゃないかな。で特にこの一番のこれから大変になってくるアジア、インド太平洋っていうかアジア、東アジアについてとか南シナ海とか含めてこの地域のことを考えると、日本がそこにそういう積極的かつ独創的な外交っていうんですか、アメリカ引く方も外交もやるけど、アメリカなしの外交もやるっていう、これをね両方やっていくっていうのは私はすごく大事だと思います。でまたそれぞれフィリピンからマレーシアからインドネシアがそれぞれ中国との関係も含めるとちょっとずつ違うんですよね。違います違います。でグラデーションがあるんですよね。日本だって日中の、これは事実として2万社、進出している、やっぱり国って、中国ですけども、世界最大で、それはもう大きいからしょうがないんですよね。で中国との関係っていうのは我々別に紛争をしたいわけでは決してなくて、それを抑止したいわけだし、できれば安定的な建設的な関係があった方がいいわけで、
そういう意味でそのアメリカと同じではないと私は思いますから、そこは日本が基本的な対中戦略をやっぱり日米で共有する必要はあると思うんですけど、日本は中国をして日本とことを構わない方が得だと思わせるような外交もする必要があると思います。でそこにうまくその ASEAN 諸国を日本がある程度リーダーシップを取って巻き込んでいって、で中国をして台湾侵攻は絶対得じゃないよと思わせるというそういう形ですね。非常に難しいと思うんですけど。について言うと得か損かでは彼らは考えないと思うんですね。なるほど。できるかできないかだと思うんですね。やろうと思ってるわけですよ。できないよと思わせればいいんですよ。と思わせる必要があるんですよね。それには何かこうそういう意味において ASEAN をどうやって巻き込むかって何かありますかね。ASEAN は台湾有事において起きない方がいいに決まってるけど、そこにその日本と同じレベルでとか立ち向かっていける能力がある国はそこまで、インドネシアは能力あるけどそう意思が多分そこまでないですし、フィリピンは意思はあるんだけどそこまで能力がない、バラバラなんですね。でも私は少なくとも一つ日本外交とか安全保障政策の延長でやったらいいと思うのは、これ私なんかね、国会の質問で何回かやってるんですけど西太平洋シーレンネットワークっていうのをやっぱ作っていくべきだと。西太平洋シーレンネットワーク。はい。これいい図なんですよ。これ私が作ったんじゃなくて、ある方に、岩田閣下も知ってるある方に、ただ名前はちょっと明かせないんですけど、ピンときました。プロに作っていただいたんですよ。何かっていうと、台湾有事の時っていうのは、これはもう岩田閣下の方がプロですけど、認知戦もあれば、海底ケーブルある切られますとか、このシミュレーションでもやってきたような封鎖とか、いろんなパターンがあり得ると思うんですけど、突然何か真っ黒い事態が、突然なんか海軍種がバーンって出てくる事態とか、突然ミサイルが飛んでくるってことは想定しがたいと思うんですね。なぜかというと、それやっちゃうと、日本とかアメリカをすぐにインボルブされてしまう事態を招くので、得策じゃないじゃないですか。そうすると結構ホワイトからグレーから分かるみたいな事態が生起する可能性が高いと思うんですよ。でその時に日本が一番困るのがシーレーン。でこれは原因はマラッカ海峡を通って南シナ海を通って台湾海峡かバシー海峡を通って日本に到達するわけですし、幸い食料の方はアメリカ大陸と日本、それからオーストラリアと日本が大半なんで、さほどそのシーレーンが切れるっていうのかな、ブレイクされる度合いとしてはそこまできつくないと思うんですけど、でもやっぱり非常に日本は島国だから 99% のこの物資って船で運んでるわけですから、ここをなんていうのかアフェクトすると大変困ると。そしたら大体航路っていうのはインドネシアとそれからフィリピンの間のこのロンボックですね、を通るわけですよね。ロンボック海峡からセレベス海、セレベス海出てフィリピン沖を通って日本に行くと。でもこれも割と近いんで、これがもうなんかちょっとダメになっちゃったら、もっと大回りをして、セレベス海に中国海軍の潜水艦とか、軍艦とか演習とかやってますので、太平洋人なんて多分来ますよ。来るんですよ。でなんかね、中国はこの代替航路っていうのを日本が心配するだろうということを見越したかのようにですね、オーストラリアの南極海側ですよ、ここで演習やってみたり、こんな悪さもね、大体南太平洋、南オーストラリア南回りのルートも念頭に置いたようなことをやってるわけですよ。先日オーストラリアの海岸沖で、地図で言うと東ですね、でその急な演習やったでしょ、海軍が通知もせずに。それって多分オーストラリア周りの航路に対しても、我々見てるぞというサインですよね。そうだと思うんですよ。でその軍が出てきたらもちろん軍で対応するっていうことになるとは思うんですけど、なんかこうホワイトからグレーのあたりの時にやっぱりここにいる国、鍵になるのはもう地図を見たら明らかですけど、やっぱりインドネシア、それからフィリピン、日本、本当は韓国も当事者なんですけど、ちょっと政権がどうなるか、でオーストラリアですよね。でマラッカでいうとやっぱマレーシアもなんですけど、マレーシアが同じ立場かどうか、さっき言った中国との距離感で同じじゃないかもしれないけど、少なくともここら辺のこの今私が名前を挙げたような国で、本当は台湾がミッシングリンクなんですよ。台湾がそのコーストガードレベルの要するに軍まで行かない海保、でも他の国は大体軍種に入ってることも結構あると思うんですけど、沿岸警備隊でレベルでのその協力っていうのをちゃんとプロトコルがお互い分かってるとか、インテリジェンスがシェアできるとか、
っていうようなそのネットワークをね作っておくことが大事で、なるほど。海がつながってるじゃないですか。なるほど。残念ながら今フィリピンとインドネシア大した協力うんないわけですよ、隣だけど。うんでフィリピンと台湾もないし、台湾と日本もないし、ないっていうか薄いわけですね。うんこれをどんどん濃くしていって、いざ何かあった時に、うん商船をすぐ本当にドンパチになったら商船守るのはもちろん海軍ですけど、うんそこまで至らないのであれば、今言ったようなこのオーストラリアですよねと日本うんが挙げたような国のうん沿岸警備隊がその船を常に一緒にね走れるとかですね、なるほど。そういうその協力ができれば、うんこのシーレーンがある程度なんていうのかな、強靭性が増すと思うんです。でこれは抑止にはならないかもしれないけど、むしろ対処、そうですね。でそうしておかないと日本はちょっと自分が多分一番困ることになるかもしれないです今ね。中東のアデン湾で海上自衛隊もオペレーションしてますけども、海賊対処で世界が協力をして守ってますね、商船を。そうです、そういった多分有事になったそういうイメージですよね。そうなんですよね。その時にイギリスとかも来てもらったりですよね。それ大事ですよね。でおそらく台有事になるとほぼ間違いなく南シナ海の航路止められるので、もうそうすると全部回ってくるんですよね。でそれをおっしゃったように各国が連携するって大事だと思いますよね。でやっぱり中国も割とメンツも気にする国なんで、その能力がそれほどじゃなくても、自分が盟主でありたいと思ってる東南アジアの多くの国がそうやって一緒になんか日本と一緒にシーレーンを守ってるとか、それからそのイギリスが来てなんか国の数が多いとですね、ちょっと若干ひるむと思うんですよ。確かにそうですよね。そうなんですよ。それと日本に今その世界中から日本が生き延びるためのさまざまな物資が届いてますけど、その全部含めるとだいたい4,000隻ぐらいが関係してそうですね。でそのうちまさに日本に関係する、日本そのものに関係するってのは2,000隻ぐらいで、日本船籍っていうのは280隻ぐらいしかないんだそうですよ。船籍入れるとね、便宜知識船が多いですしね。だからある程度日本が例えばマラッカ海峡通れないでロンボク海峡行ってくれって言えるのが、もう280、300ぐらいないそうです。で実際そのほとんどの乗組員は日本船籍のほとんど乗組員はフィリピンなんですよ。フィリピンの乗組員の人たちが僕嫌だっつったら、もう物が日本に来ないんですよね。だからおっしゃったようにまさにそういう人たちに対してこの東南アジアを含むまさにシーレーン構想ですか、シーレーンネットワーク、西太平洋本当はシーレーン防衛ネットワーク。いいですね。でそれを各国の沿岸警備隊等が守ってやるよと。だから安心してやりなさいっていうのは、私は乗組員にとっても、それからロイズが船舶保険出しますよね。でやっぱりロイズの船舶保険が出ないと船会社は運航しませんので、でロイズにしてもそうやってシーレーンネットワークがやってるんであれば、じゃあ保険出そうかとなるわけですよ。非常にいいアイデアですね。でずっと思ってたのは、私は第一列島線連携ということを結構5、6年前は委員会で言ってたんですけど、それじゃダメだと、それ面で守らなきゃダメなんだと。いいですね。でインドが入ってくれたらインド太平洋シーレーン防衛ネットワークになるわけです。もっと広げてくださいよ。でそれをシームレスにいけばですね、それからさらにひどくなったらやっぱりここはもう軍が出てこないといけないんで、海軍間の協力とかは今でもいろんな演習なんかでも時々やってると思うんですけど、でも最初からそうならないんじゃないかと思うので、私やっぱりこのシームレスなこのね、やっぱり海保とか沿岸警備隊レベルからの協力がちゃんとこの西太平洋のキーカントリー、東南アジアの国も含めてあるといいなと。でそのシーレーンが守られていること自体はここの地域にいる国全てにとってのやっぱり共通利益ですよね。そうですよね。誰かだけが得するわけじゃん。日本だけが得するわけですよね。世界の富の 40% はここから生まれるわけですから、そういう意味では世界が注目してますから、でまさにその地域が全てが連携してネットワーク作れば、もう中国だってことさらそれをなんかやろうということはできないですよね。非常に私抑止にもなると思います。素晴らしいと思います。はい。もうそろそろ時間なんですけども、最後にですね、お話できなかった部分、あるいはここはというものがあれば、今ちょうど万博関西、大阪・関西万博やってるんですけど、推進あれですよね。ちょっとなんかバッジもつけておられますけど、なんか一言ありますか？いや、なんかようやくね、4月13日に開幕して、で少し雰囲気がちょっと変わったかなと。関心持ってくださる方も
前はなんか大阪さん頑張ってみたいな感じだったけど、もうちょっとこう全国的に増えたり、それからやっぱり行ったら大屋根リングとかね、もう令和の清水寺かっていうぐらい、いや本当もう行かれました？私も何度も行ってるんですよ。そう地元のもんで。そうです。そうなんです。そうですね。でパビリオンも建築としても素晴らしいし、なんとなくね、丸い大屋根リングっていう丸の中に綺麗な色とりどりのおかずがたくさん詰まってるお弁当箱みたいな感じイメージで。そうですか。で特に何ですかね、動く心筋細胞、心臓シートとかですね、人間洗濯機とか、それから空飛ぶ車とか、あと25年後の自分が出てくるアバター感とか、画像で出てくるんですか？そうシワになったやつとか。そう見たくないですけど。いやなんかねみんなが思ってるよりいいバンカーバカだと思う。そうですか。ちょっとチケット買うのがね少し若干面倒くさかったりするんですけど、なのでぜひ。半年あるんです。半年、4月13から10月。じゃあ暑くなる前に。そこがね、私暑さ対策がちょっと心配ではあるんですけど、単にただのイベントじゃなくて、ここでビジネスマッチングをしたり、来た人をそれこそ日本全国に観光にさらにプラス1プラス2で行ってもらって、地方創生にもなると思うし、せっかくの機会なので、ぜひ皆さん私もまだ行ってないんですけど行きたいなと思ってますけど、あれ開幕の日確か空自のブルーインパルスが飛ぶ予定がダメだったんですよね。天気が悪すぎて。ぜひもう一回どっかで飛んでいただけないんでしょうかね。私が言うのもなんですが。いや本当に一昨日の委員会で中谷大臣にあれもったいないから、ぜひやり直して閉会式かなんかで言ってたら、閉会式まで待たずなんかやってくれそうな。もうぜひせっかくですからね。そうですね。期待したいと思います。今日はどうもありがとうございました。